こんくらい下げて、普通のエフェクターぐらい。明るいんだ。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト佐田伸介さん。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですけれども、なんとこちらです。じゃーん。ポケットマスター会。これね、いろんなところで見かけませんでした？そうなんですよ。iPhone 開けば出てくる。そんなに見かけたかな。いや、なんか気になって僕なんか2個買っちゃったんですよ。おっとマジで。とりあえず2個買ってみようかなと。しかもなんかもうちょっと僕ちっちゃいと思ってたんです。何？これはなんかライムカラーさ。いや違う。ライムトーンだから。違う。かけてくるの。おー、起動しましたね。これだから抜いても動くんですよね。抜いてもこれだけで、充電されてればこれで、全然いきましょう。いやー、どうしました。はい、繋がりましたね。またこれのプリセットを順番に聞いていこうかなと思いまして、以前 ME8 とか GT1 で佐田さんとプリセット順番に弾いていくシリーズ、あれすごくシリーズ人気で、何がこう人気かってコメント欄とか見てると、出てきた音に対する佐田さんの反応速度が半端ないっていう。あ、そっち。いや、だってこの音急に聞いて、これに合う演奏こういうのだよねって言って笑顔でサラサラって弾くから佐田さんが。じゃあ行きましょうか。1個目の P01 ポケットマスター。これはトップガンの。おー、こんな感じですよね。まさにそういうゆっくりとしたリード弾きたくなっちゃう。リードのソロ。こういうビブラートを伸ばしたい感じのディレイ感がありますね。これね。そしてこれですね、ポケットマスターすごいんですけど、今こちらにスマホにアプリが起動しておりまして、なんとここで今 Bluetooth でつながってるのでいじれちゃう。これ佐田先生、じゃあなんかお好きにいじっていただいて、この音佐田的にはどうですか？じゃあ FX でなんか探しましょうか。フランジャー。コーラスかけます？はい。お前が決める。俺の意見がない。俺の意見がいなくなった。コーラス行こう。よし、行ってみよう。これでちょっと弾いてみましょうか。またスペシャル構成みたいになってる。じゃあ次の音どんどんいきましょうか。はい。じゃーん、P02 スイート OD。スイート OD。なんかこのポケットマスターの音自体がすごくこれね、良くも悪くもちょっと古いっていうか、そこかも。なんかわかる。1909、それこそ前佐田さんと弾いた ME8 とか、あそこまではいかないんだけれども、1990年ぐらいのデジタル技術の時の音みたいなのに似てる。その頃のなんか懐かしいテイストが感じ取れるんですよね。多分これやっぱりすごい安いじゃないですか、だからすごくそのコストを下げて、それでこの Bluetooth とかの機能をつけてめちゃめちゃいろいろ工夫されてると思うんですよね、その結果懐かしい。じゃあもう一回このパワーコード、なんかコードとか聞いていいです？そうめっちゃ合う。だからいや、これ本当そうだから逆にツイッチャーにあえてポケットマスター1個入れて懐かしサウンドを出すためにあえて入れる。なんか高校の時の学祭とかで先輩が出してた音がもう一回マリオネット聞いていいですか？もう一回。いや、ほんと100点の音してんの。これね、いやマジでこれは。いや、い
今ちょっとこっそり原因上げたんですけど、いやでもね、こんくらい上げてもいいかもな。はい。こういうね、ロックなんだけどちょっと古めかしいというか、そう僕らがコピーして練習してた頃の音しますよね。する。だから今の時代って逆にこういう音出せるアイテムで、しかも Bluetooth とかスマホで調節できるやつって結構レアだと思うんですよ。そういう理解っていうか、そういうのにこう思考を振り切って使うと玄人の人でも面白いかもしれない。じゃあ次いきます。はい、行きましょうよ。 P03 チルクリーン。チルクリーン。やっぱね、共通してるところはアタックですね。アタックの音が今風じゃないんです。これ褒めてけなしてるように聞こえたらごめんなさい。褒めてもけなしてもないです。今っぽくないんですよ。褒めてもけなしてもないです。よくも悪く本当に思ったことごめんなさい、そのまま言ってるんですけど、それが逆に差別化ポイントだと思うんですよね。中でその一旦音をデジタルにこう変換して、アナログからデジタルに変換する AD 変換、そしてデジタル処理してデジタルからアナログに戻す DA 変換、そこのプロセッサーの解像度だとか、そういったところ、あと使ってるそのパーツだとか、そういったものによってこの辺のね、なんとも言い難い部分が生まれるんですけども、コストダウンされてるかゆえなのかちょっと分かんないですけど、まあなんかこんな感じ。じゃあこれはもうエフェクターのコンプがとかそういうのでじゃないです。もうこの筐体のもの、それはもう全部にやっぱ共通してると思いますね、これは。UK メタル来ちゃいましたよ、何かが。うわ、なるほど。メタルもやっぱちょっと明るめですね。そうですね。キャラクターとしてはね、結構全体的に。あれはなんかブルース系分かってきたぞ。そうなんですよね。ブルース系一回言ってもらっていいです？はいはい。このハイ感がどうしてもこう EQ で明るくした感じじゃないけど、明るいんですよ。それ一回トーン下げてみていいです？どうなんのかな。ほら、こんくらい。今結構下げたんですけど、こんくらい下げて普通のエフェクターぐらい。ああ、じゃあ明るいんだ。明るいと思った方がいい。さあこれ、今僕 EQ でローとハイめっちゃカットしたんですよ。へえ。要はアナログのエフェクターとかで自然に落ちちゃう部分をめっちゃカットしたんですよ。こうするとこのポケットマスター使ってもなんかちょっとデジタル感感じちゃうなっていうところが和らぎます。本当だ、全然変わる。はい。このデジタル感みたいなのをもしこう別にこのポケットマスターに限らず感じて、それをちょっとなんか違和感あるなと思った時は結構この上、今回で言うと4キロだとかだいぶ上をもうバサッと削っちゃうと結構なんか雰囲気いいぞみたいになることがありますね。はい、佐田さんのポケットマスターつながりました。そして佐田ドライブ。そう、かっこいい。わかりやすくいや、わかりやすく。でもね、今ちょっと音聞かせてもらったんですけど、めっちゃかっこいいです、この音。わかりやすく。これいいですか？うわ、かっこいい。ロー
ロー好きなんいやさすがですね。めちゃめちゃ使いこなしてらっしゃる感がめっちゃかっこいいです。音これ公開していい情報？サタドライブノイズゲートからの FX1 でコンプかかってるんだ。そうです。でもねうっすらね結構ねかかるので、たくさんかかっちゃうからね、グーッと上げていくと。うっすらでドライブがこんな感じですね。そうですね。で IR がその後入っていて、いいですね。これ IR っていうのはアンプにつないで使う時でもこれをかけてらっしゃるんですね。音作りの一環としてね。で最後リバーブが、うわもうシンプルな構成なのになんて音がいい感じなんだ。素晴らしい。今回はポケットマスター動画でございました。さあさんありがとうございました。違う。それじゃあ皆さんまたの動画でありがとうございました。